のラダックへ。雪氷に会いに行く。パート2、雪氷の旅。ダイジェスト。今回の旅行は声優旅行さんの15日間の雪氷ツアーです。15日間あるので3つに分けて動画を作りました。これはパート2の動画です。パート1では成田全泊からデリー宿泊を経てレイで高知順応。レイ宿泊翌日から雪氷探索に出かけました。そして探索初日から雪氷に会うことができました。この動画パート2ではレイで民泊しながら毎日雪氷やリンクスの探索に出かけました。レイからタグマチック村に移動するまでを収めています。パート2作成後はパート3の作成をします。最後のパート3では大雪に見舞われて雪氷を見ることはできませんでした。雪が止んでから動物を探しに出かけたり、ラダックの伝統衣装を見たり、民泊先の娘さんのダンスを見たりして過ごし、日本に帰国するまでをまとめる予定です。概要欄のチャプターリストもご活用ください。5日目、シャン村で雪氷観察。おはようございます。朝7時くらい。今日も晴天。昨夜はテントは使わず、全員民泊の部屋で寝ました。今、ほとんどの人が正面の山に登っています。テントには少し霜が積もっています。せっかく作ってもらったけれど、誰も泊まらなかったテント。中を見てみましょう。中には暖かいマットが敷かれ、マットレスが置いてあります。テントで寝る場合は、マットレスの上に寝袋を置いてそこで寝ます。荷物を置くスペースも十分にあります。みんなはどんどん山に登っていきます。でもこの山、結構崩れやすく、滑りやすい。迂回路がないか探すけれど、なさそう。他の人も登っていく。みんなはここ。私はどうしようかなと思いつつ、滑りそうだったので、部屋に戻りました。他にも部屋に残っている人はいました。ちなみに後日テントにも一泊しました。民泊先では白い犬が飼われていました。遊びたそうに尻尾を振っていたので近づいたのですが、かじるから近づかないでと注意されました。あ、じゃれてる犬が全然映ってなかった。お客である私たちがいる間は、ずっとつながれていてちょっとかわいそうでした。こちらが民泊の家。手作りの羊毛の人形はお土産として買えます。500ルピーから1500ルピー。同じものはないので、気に入った子がいたら即買いましょう。後半で泊まるタグマチック村でも買えます。
部屋で休んでたら雪氷が出たという叫び声が聞こえました。死に物狂いで崩れやすい山を登りましたが、その後、雪氷は現れませんでした。雪氷が駆け下りていた民泊の裏山。標高3785メートル。この日は9時前に朝ごはんでした。ホットミルクにシリアル。キャップがブランブランしててすみません。チャパティ、卵焼き。おいしい。あんずジャム。あんずはラダックの特産品です。スタッフさんたちは朝から雪氷の情報を収集しています。彼らはスコープを持って探しに出かけたりもしています。この日は最初に民泊近くの小山に向かいましたが、雪氷は現れませんでした。私はこの程度の短い上り坂でかなり息が切れました。日差しが強いので日の当たるところには全く雪がありません。スコープで草食動物の群れは見られました。10時ごろ撤収。再び移動です。この辺りはずっと砂利道です。11時ごろ次の観測地に到着。12時おやつ。到着時は走る狼も目撃できましたが、その後変化なし。再び移動です。13時。ここでお昼ご飯を食べることになりました。スープ、ブロッコリー炒め、餃子を煮たようなもの。耳というそうです。確かに、形は耳でした。毎日おいしいご飯。狼を見た場所に戻りました。横に長い畑でお昼ご飯前にいた場所とはちょっと異なります。雪氷は山の稜線にいるようです。スコープ、ピンボケですみません。畑の左の崖っぷちに移動しました。遠すぎてカメラでは無理で、スコープもピンボケでした。鳥がたくさん飛んでいるのは見えました。ここでは雪氷らしきものが見えたという感じでした。おぼろげにあくびしているのはわかりました。安心してください。もう少しはっきり映っている映像もあります。他の場所に雪氷を探しに行っていたスタッフさんが戻ってきて、性能の良いスコープにスマホをセットしてもらえました。とはいえ、やはり遠いので少しボケています。撮影したこの7分間の動画も別途アップしているので、よろしければご覧ください。もう帰るよ。17時前に撤収。まだ明るいのでラダックの美しい山々を楽しめました。18時前に民泊に到着。これは部屋の窓からの景色。血中酸素濃度は低めだけれど元気。19時、今日もおいしい夕ごはん。
雪ひょう見られておめでとうのケーキも焼かれました。温かいスープ、サラダ、焼きそば、豆カレー、ライス、あと何かを肉で巻いてある棒。紅茶にはあんずジャムを入れました。雪ひょうだけではなくリンクスも描かれていました。真ん中には雪ひょうの足跡。皆で分けておいしくいただきました。5日目終了。おやおやすすみみなさい。なさい。6日目、リンクスと雪ひょう観察。おはようございます。血中酸素濃度は昨日よりも良いです。朝7時、昨日小山に登らず雪ひょうを見られなかったので、この日は頑張って登頂しました。登るのに必死だったので、山を登る動画はないです。登る美しい朝日を拝むことはできましたが、雪ひょうは現れませんでした。雪山にもきれいな朝焼け。スコープで草食動物は見られました。スタッフさんたちは撤収ギリギリまで動物を探してくれます。7時半ごろ、お茶の時間。私が息を切らして登った小山を、スタッフさんは茶やカップを持って、やすやすと登ります。シャイにしました。飲み物はだいたいいつも2種類ありました。8時前に下山。8時半、朝食。温かいオートミールとフルーツ。メロンだったかな。サラダ、ゆで卵、卵焼き、豆カレーもありました。アプリコットジャムと右は辛いペーストだったかな。9時ごろ出発。今日は2回目のワリラに向かいます。リンクスは雪ひょうよりもレアな動物です。9時半ごろ、途中でウリアルの群れを発見。でも遠すぎたのですぐに出発しました。それにしてもスタッフさんたちは視力が 5.0 くらいあるのか、遠くにいる動物をすぐに見つけます。遠くにチュレムゴンパ。10時半ごろにはリラ到着。4日目にリンクスを見た場所と同じです。スタッフさんたちが動物を探しています。私たちは、キツネだったか、ウサギだったかが近くにいて、それを見ていました。すぐに走り去ったので、写真は撮れませんでした。確かこの辺りにいました。今日もすごい日差しです。
空も青く素晴らしい景色でした。11時、おやつタイム。みんなチャイが好き。缶の中にはいろんな種類のクッキーが入っています。リンクスは反対側の崖にいるので、そこまで行ってみることにしました。反対側の崖、この辺りにいるようです。11時15分、反対側へ出発。私はこんなにゆるい上り坂で、かなり息苦しくなっています。音声はカットしていますが、ぜいぜいはーはー言ってます。こんな平坦な場所になってからも、息苦しかったです。鉱山、恐るべし。隊長のジグメントさんが、苦しむ私を楽しそうに撮影しています。いや、みんなお撮影してたんだよ。ここから谷に向かってちょっと下りです。出発前は毎日 5km 歩いて脚力をつけていたつもりでしたが、平らなところをたくさん歩いても意味がなかったみたいです。右斜め前方に見えるのは人工氷河です。ラダックでは近年雪が減り、水不足が続いているそうです。それで冬季に人工氷河を作り、春に湧水が市街地に流れるようにしています。その春の湧水を吸い、ポプラも育ちます。水の給水ホースが続いています。ここからは川に降りるのでちょっと難関。さて、下りますよ。手をつないでもらいました。私はその後、石伝いで降りました。そして、ここで転びました。青い人工氷河をゆっくり見る心のゆとりがありませんでした。こんなに近くに来たのにね。つるつるに凍った川。岩場の登り。手をつないで引っ張ってもらいました。よいしょ、よいしょ。また、助けてもらいました。12時ごろ、高台に到着。最初はここで観察しようとしましたが、リンクスが見にくいので、再び移動です。すっかり出遅れた私。
なんとか追いつきました。あの岩陰から観察します。リンクスがいるのはこの辺り。13時過ぎ、岩に到着。スタッフさんが私のスマホをスコープに装着してくれてます。リンクスは4日目と同じあの斜面にいます。リンクスを警戒させないために、私たちは岩と一体化してなるべく動かないようにします。そして静かに観察します。手持ちのカメラとレンズ7号300ミリではこんな程度でしか撮影できません。もともと子供の運動会やスポーツの撮影のために買ったレンズなので仕方ないかもしれません。でも腕前のせいかも。これはスコープに接写固定でスタッフさんが撮影してくれたものです。スコープで撮影したものをまとめた動画もアップしますので、よろしければご覧ください。4日目の谷を渡らない対岸と比べると、かなり近い場所から撮影できました。近いと言ってもこんな距離ですが、ちょっと遠い山の稜線にいるリンクス。このリンクスが岩の向こうに行って見えなくなるまで私たちは観察しました。谷を渡るのは大変だったけれど、もともと冬山登山の覚悟できていたので想定内でした。去年行った群馬の秘境三波石渓谷に比べたらワリラの方が平坦だったと思うけれど、私はやっぱり高山が苦手なんだと思う。三波石渓谷は春に行くのが良さそうだね。桜が有名だし。ちなみにここの標高は4320メートルです。1時間ほど観察して14時過ぎにここを出ます。バイバイ。この雪原を再び歩いて戻ります。アクションカメラはザックのショルダーにつけて撮影しています。14時15分ごろ出発。私は隊列の真ん中より前にいて、先頭はこの辺りです。休憩中。ゆっくり行きます。難所に到着。川に降ります。手をつないでもらったり何度も助けてもらいました。来る時に間近を通った人工氷河が遠くに見えます。帰りはルートが異なるようです。凍った川を渡ります。昔は水量が多く、もっと高い位置に氷が張っていたんでしょうね。動物の足跡をみんなで撮影。ありがとうございます。あ、綺麗に撮ってます。
動物の巣穴かな。最後に雪の斜面を登ります。この上に車があります。この時の朝のことだったかしら。あ、そした。ちょっと下がってすぐに登りです。この緩そうな傾斜ですが、高山なので私にはとても息苦しくなる傾斜でした。3倍速なので犬の息切れみたいに聞こえますね。難所ではスタッフさんがサポートしてくれます。おそらく標高低い場所だったらこんなに息切れはしないと思います。私は息が苦しくなってしまったのでここで少し休憩させてもらいました。後ろの人たちは進めなくなりますが、自分も休めるからいいよと言ってくれました。でもみんなお腹も空いてるし早く登りたかったかも。やっと平らな場所にたどり着きました。スタッフさんたちはランチの準備をしています。大変だったけれど楽しかった。15時前、ランチ。チャーハンみたいなものと普通のライス、豆や野菜を煮たもの。あと、これはポテトフライかな。雪氷出現の情報を得たので、食べ終わったら移動です。スノーボードを楽しんでいる人もいました。15時過ぎ、雪氷出現の場所へ移動です。わりらは道路も整備されていて、景色もきれいです。多分インダス川。この辺りは砂利道です。16時ごろ到着。そしてセッティング。雪氷がどこにいるかわからなかったところ、スタッフさんがピントを合わせてくれました。私と同じオリンパスのカメラに慣れているスタッフさんが多いそうです。寒冷地といえばオリンパスだよね。タイムラプス動画を作りました。崖下には雪氷が仕留めた動物の死骸があります。雪氷はお腹がいっぱいで眠たそう。スコープの接写技術は上がりませんでした。動画なのに雪氷動いてない。スコープも静止画の方がよく撮れます。17時過ぎ、撤収。17時20分ごろ、民泊に到着。雪氷を見た河原は民泊から近かったようです。今日はテントに泊まります。19時前、夕食。私の好きなスパイシーなカリカリ。スープ、サラダ、桃、ラ
ほうれん草みたいなの、インゲンみたいなの、フルーツ。この日はブッフェ形式で自分で少しずつ盛りました。おいしいデザートもありました。でもこのココナッツ繊維みたいなのが何なのかわからなかった。この日、テントに一泊してみました。22時半ごろ。気温はちょうど0度し。テントの中、マットレスの上に二重の寝袋と毛布、下にも毛布が敷いてあります。ライトは持参したパナソニックの災害用ライトです。使ったライトは左からモンベルのミニランタン、モンベルのマルチランプ、パナソニックの電池がどれでもライトです。最有旅行に問い合わせた時に、電力が乏しいので乾電池が推奨と聞いたので、乾電池のものばかりです。でも、実際には夜10時くらいまでは電気は使えるので、USB 充電のものでも対応できます。乾電池の持ち込みは厳しいので、USB 充電式がおすすめです。ちなみに、天井のランタンはミニランタンにモンベルのシェードをかぶせたものです。首から下げられるマルチランプは夜に物を探したりトイレに行くのに便利でした。電池がどれでもライトは単1から単4のどのサイズの電池でも使えます。湯たんぽは毎晩配布されますが、部屋泊の時はいらないと思ってました。でも、テントでは重宝しました。形が昭和の時代の水枕に似てて懐かしかった。久しぶりに星の撮影もしましたが、寒い、暗い、疲れてるなどから撮れたのはピンボケ写真でした。ラダックの夜空の美しさの10万分の1も写し取れてないです。それでも証拠りもなく、星空のタイムラプス動画を作りました。ところで、2日分の動画をまとめてすでに30分。パートに1時間の動画になっちゃったりして。そんなに長くなったら、ますます誰も見てくれないわよ。とりあえず6日目終了。おやすみなさい。7日目、シャン村で雪氷観察。おはようございます。朝のテントの中は氷点下でした。あれ、カメラ曲がってるよ。これは間違ってオンにして気づかないまま撮ってたのよ。朝焼けが綺麗でしょ。朝6時です。昨日雪氷を見た場所に向けて早めに出発します。雪氷出現の情報により混雑が見込まれるためです。6時10分、軽食。ビスケットと持参した味噌汁。6時20分ごろ、出発。この日は一日、同じ場所で雪氷を見ます。川は凍ってる。洗濯岩。7時、昨日の河原に到着。すでに先客あり。
私たちの車だけでも5台です。雪氷のいる場所から少し離れた場所に止めました。他のグループのいる場所が観察のベストポジションですが、邪魔にならないように私たちは少し離れた場所でカメラのセッティングをしました。雪氷は反対側の崖にいます。私のカメラの設定とピント合わせもしてもらっちゃいました。奥ではスタッフがテーブルの準備もしています。下に降りて撮影。こんな感じで観察しています。他のグループの人は相当早くから来ているのか、毛布をかぶって観察していました。雪氷はこの辺りにいます。私のカメラで撮影した雪氷。え、どこ？拡大。なんだか潰れている雪氷。豆大福に擬態中よ。透過してる。今度はどこかな？大きな岩の隣よ。これ8時ごろ。どこだ？さっきのぼった岩の上。雪氷は長い時間ここから観察する人間たちを見下ろしていました。これはスタッフさんがスコープにスマホを固定して撮影してくれたものです。雪氷の動きが見られたのは午前中のこの時と夕方の暗くなった時だけでした。観察する人間たちが気になるらしく、雪氷は何度も私たちの方を見ていました。車を見つめる雪氷。自分でスコープ接写しようとすると相変わらず下手。朝出るのが早かったので10時半にランチ。ランチ会場はこちら。スープ、野菜たっぷりのサモサ、カリフラワーなどの野菜炒めとゆで卵に衣をつけて揚げたもの。この卵が美味しかった。サラダとライス。最後はフルーツ。ごちそうさまでした。ちなみに午後のお茶タイムも早く12時半でした。河原に茶トラの猫がいました。14時半にもおやつがありました。野菜のフリッター。これもとても美味しかったです。雪氷は観察時間の半分は寝てたかも。午前中からお昼過ぎまで雪氷はほとんど寝ていました。14時過ぎに起きました。15時、同じ場所で見下ろしています。15時15分。雪氷、こっち見てる。起き上がってちょっと移動してまた休憩。また眠って16時過ぎに肉球。18時ごろ。まだ人間いるのという感じで見ています。飼った獲物が河原にあるので少しずつ下に降りてきています。カメラは軽くして撮っていますが、スコープではもう暗くて見えません。18時19分。岩の横に立ち上がりました。
もう夜で暗いのでブレてしまいます。雪氷は河原に降りようとしています。18時20分、雪氷はまたまた休憩。そして毛づくろい。18時33分、立ち上がって岩陰に降りる雪氷。これを最後に、私は雪氷を見失いました。偶然でも映ればよいと思って、雪氷を探しながら崖の写真を撮りましたが、ダメでした。雪氷は河原まで降りてきましたが、低木の陰に隠れて見えなくなりました。この日は約12時間、雪氷と一緒にこの河原にいました。19時半、夜ご飯です。スープとポップコーン。この日もブッフェスタイル。1000種類持ってきました。焼きたてピザもありました。最後はフルーツ。7日目終了。おやすみなさい。8日目、シャン村で雪氷観察。おはようございます。空は曇っています。夕方には少し雪も降ります。6時過ぎ、軽食を食べて出発です。昨日雪氷を見た河原に行き、雪氷が仕留めておいていた動物を見ました。ほとんど肉が残っていないことから、ここにはもう雪氷は戻らないと判断しました。7時半、他の動物を探しに出かけます。インダス川とヘアピンカーブ。8時過ぎ、動物がいないか探します。もしかしたらトイレ休憩だったかもしれません。再び移動です。この日は雪氷出現の有力情報がなさそうでした。これまで比較的簡単に毎日雪氷やリンクスを見られたのがラッキーすぎたのかも。川に沿ってずっと走っていますが、どこへ向かっていたのか目的地などを覚えていなくてすみません。散歩中の地元の人に雪氷の情報がないか聞いています。再び地元の方に聞いてみますが、雪氷はいないようです。9時半、車を止めて動物を探します。でも動物はいないみたい。9時45分、お茶タイム。
ナッツやドライフルーツ、ドライアプリコットがおいしい。再び出発です。これもまたすごい崖というか山でしょうか。ドライアプリコットは後半宿泊する隊長のジグメントさんのところで購入できます。2キログラム買って帰りました。ラダックのこの景色は見ていて飽きません。道路工事中。ガヤというエリアらしい。でも Google マップで探しても出てこない。この先大きな川に出るんですが、そこでちょっと問題が発生します。人里離れた感じになってきました。大きな川に出ました。ヤクがいる、いっぱいいる、などと話しているんですが、ヤクがどこにいたのか記憶になくてすみません。道がところどころ凍っているので、ゆっくり走っています。おもちゃのようにかわいい橋を渡ります。プラレールの立教にそっくりなのよ。屋根はないけれど似ているね。大きめの川なのに完全に凍っています。ガタガタ道です。本当はもっと先に進む予定でしたが、この凍った川の上でランチを食べることになります。車が止まりました。この先は上り坂になっていますが、ところどころ凍っていたり、陥没した穴に水が溜まっていたりで、状態をみんなで確認しています。スタッフさんたちが道の状態を見ている間、私たちはのんきに凍った川を見たり写真を撮ったりしていました。ラダックで暮らす人々にとっては当たり前の川かもしれませんが、私たちにとってはエキサイティングな光景です。川は平坦に凍ってはおらず、流れるままに少しずつ凍ったのか、かなり隆起している部分もあります。滑り台のように滑って遊んだらとても楽しそう。自然のスライダーよ。何十キロも先まで滑っていっちゃいそうで怖いよ。スタッフさんたちは陥没部分に石を投げています。そんな中、私たちは石を使ってカーリングのような遊びをしていました。この辺りにあるくぼんだ黒いところに石を入れた人が勝ち。
スタッフさんたちはまだ穴埋めしてる。思ったよりも時間がかかっているので、私たちも手伝いに行きました。スタックしてしまいました。ちょっと大変なことになってきました。セリフと画面の状況が合ってないような気がする。大変な時こそ笑顔で乗り切るのよ。先に進むのはもう諦めて、11時過ぎたのでここでランチすることになりました。凍った川の上でランチです。この辺りにしようと話してますね。あ、私たちがカーリングしてたまった小石が邪魔になってますね。石をすべて取り払ったらテーブルのセッティングです。スタッフさんたちは慣れているのか、普通の靴で氷の上を歩いていますが、私たちはアイゼンをつけてもらいました。アイゼンで歩く練習。でもやっぱりここを滑ってみたかった。ランチの準備も着々と進んでいます。そろそろ着席。11時過ぎ、ランチ。スープ、蝶々パスタ、肉や野菜の煮物、フルーツ。食後は散歩しました。車が進めなかった道、本来進むはずだった方面へ歩いてみました。こちらの川も凍っています。この後私たちは渡ってきた橋のふもとまで川の上を歩いていきます。この橋ね。違うよ。では出発。怖い。
通の癖。登りもあるのに。あ、そう、大丈夫か。メーターの座布団があるので、なんか滑ったみたいなのちょっとあったんですよ。でもちょっとね、頭打ったり。氷に起伏があるので少し滑りやすいです。でもやっぱり滑り台みたいにお尻で滑ってみたかった。川の氷はオパールみたいでとても綺麗でした。この川の段差のところ、芸術的な凍り方。この辺りはもちもちの豆大福みたいね。雲がどんどん厚くなってる。ゴール。12時過ぎ、車に乗って動物探しに出かけます。川の近くを走っていきます。雪が降ってきました。動物を探しますが、見つかりませんでした。再び移動です。安心してください。今日もちゃんと雪氷に会えます。スタッフさんたちは移動しながら情報収集もしています。雪は止んだみたい。他のツアーグループの人たちとも情報交換します。ラダックでよく見られる洗濯板みたいな山です。13時40分、ここで動物を探します。草食動物でもいたのかな。私のスコープ接写撮影力では何も映っていませんでした。再び移動です。14時前、民家の畑で観察します。猫が何匹か現れますが、野良猫ではなく飼い猫です。ラダックで猫は外では生きていけないそうです。山の尾根に雪ひょうがいます。スコーク拙者、雪ひょうの頭が見えます。雪ひょうが山の向こう側に行ってしまったので、私たちも追います。ここを登って向こう側へ。雪ひょうの足跡が
どこかにあったはず。ここからは私のカメラで撮影した雪氷です。ボケてますが、私の望遠レンズの限界ですので、ご了承ください。雪氷はゆっくり斜面を登っていきました。雪氷が見えなくなるまで観察しました。最初に観察した場所に戻っておやつの時間です。17時ごろ、チャイとアーモンドやドライアプリコット、茶太郎おじさんもおやつをもらっています。今回のツアー参加者は全員猫が好きで、ほとんどの人が猫を飼っています。17時過ぎ、帰ります。スタッフさんたちは重い椅子などを持って軽々と坂を登っていてすごいです。帰る途中で再び雪氷を発見。かなり遠い崖の上です。遠いので静止画は諦めて、一眼レフで動画を撮影しました。草食動物を狙い狩りをする雪氷がいましたが、その場面は撮れませんでした。では、民泊に戻ります。野良犬と野良牛が集まっています。犬が結構いっぱいいました。ガソリンスタンドで給油。トイレもあります。多分インダス川。20時前、夕食。今日もブッフェスタイル。1000種類持ってきました。うどんみたいなものもありました。8日目終了。引き続き9日目の様子もこの動画に入れる予定でしたが、この時点で1時間を超えてしまったので、8日までで終了にします。動画は実際に撮影したものをかなり削りましたが、それでもこんな時間になってしまいました。9日目以降はタグマチック村へ移動して過ごす動画です。動画を作るのがとても遅いのですが、また見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。